はい、地球玉系南條です。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。はい、お願いします。なんでそんななんだっけそのホラー映画みたいなやつで、とっくん今回なんですけども、宝山というメーカー知っておりますか？知りません。知りません。宝山さんはですね、その手の界隈の方からすごく有名なメーカーさんなんですけども、どういったメーカーさんかと言いますと、電子部品などの工業製品を作る、現場だったりとか、あと細かい作業をするね、例えばなんか時計の修理であったりとか、いわゆるプロの方ですよ、の方が御用達のメーカーさんなんですよ。どういう仕事してるかってね、だからもう伝えにくいんで、こういう人たち、ざっくりと。なんとなくイメージ湧きます？そうですね。なるほどなるほど。なんかね、細かい作業してはるわみたいなね、感じじゃないですか。面白そうなのがですね、マイクロスコープ扱ってますよとか、なんか僕には難しい話がいっぱいあるわけですよ。そういったメーカーさんをなぜ僕は今こんな話してるかと言いますと、この宝山さんがなんと時計関係の問屋さんで仕入れることができるようになりましたよという情報をキャッチしたわけですよ。なるほど。というかキャッチしたというか、問屋さんから送っていただいたんですよ。なるほど。カタログがね、どうですか宝山扱うことになりましたということで、いろいろ調べたんですよ。クリーンブースのほら特に面白そうじゃないですか。いるんですか？その中でも特に僕ね、ピンセット気になったんですよ。これ数えたら特に90種類以上ありましたよ。でその90種類以上の中でプロの方が御用達のピンセットってさぞすごいんだろうなと思うじゃないですか。なので今回僕はこの90種類の中から、もし僕が仕入れるなら、こういうタイプなのが面白いんじゃないかなっていうのをバッと10種類取り寄せてみたんですよ。こんな感じで。でこれ見て特に思うことないです？一本売りしようという気がないというか、その現場の人たちに配るから、こう買ってもらおうみたいなそのパッケージに力入れてないんですよ。なるほどなるほど。そういうことか。わかる？だからもう内容はプロの人たち知ってるから、みたいな。だからこれをもう100本くれみたいな。で全員が一斉に回ってやるみたいな、なんかそういう感じのホームセンターとかそういうとこでは置いてませんよみたいなパッケージがちょっとね、まず印象につくんですけど。なるほど。面白いでしょ？模型屋の店長してるんですね。そうですね。なんか大体ほら商品書きあるじゃない、こういう時に使いますとか、そういうのが一切ないんですよ。面白いでしょ？この10種類をなぜ僕が選んだかというのと、プロのピンセットってどうなんだろうっていう使い心地を、今回ご紹介できたらと。大興奮しながら喋ったんでね、急になんかふわーっとなったんですけど今日はこんな感じでいきたいと思います。はい、それではですね、今回ご紹介するのは宝山さんのピンセットの種類ですね。でその10種類のうちのまずは3種類です。このストレートタイプですね。僕の中の簡単な分け方としては、この真ん中のが精密ピンセット、右側のが強力ピンセット。だからなんか結構こうグッと力入れてなんかこう引っこ抜いたりとかね、ああいったことができるピンセット。あとはその間を取ったといいますか、メーカーさんに直接聞いたら、商品がこれ P891 ピンセットっていうんですけれど、一番長くいろんな方に愛用していただいてますよっていう商品なんで、それはやっぱりね、うちのお店にも置いてても一番いいんじゃなかろうかと、メーカーさんが一番売ってる商品ですからねっていう感じで取り寄せてみました。なかなかね、書いてあることが面白くて、このピンセットからまずご紹介なんですけども、 P891 ピンセットですね。種類としては強力型ピンセットの定番品ということですね。だから少し強くつまんでもこうしなりにくく、対象物を確実にピックアップしますと。でピンセットの良し悪しを見ようと思ったら、この先端のぴったり合うかとかね、あとグッとここから押し込むとこう先端が開いちゃうのがあるんですよね。全然開かないんですよね。で程よく厚みがあって、で今喋りながらこう触ったわけじゃないですか、特訓。これすごいよ。めちゃめちゃ柔らかい。軽いというのが正解なのか、柔らかいというのが正解なのか、すごい手に馴染む。なんか気持ちいい、めちゃくちゃ。なんかこうピンセットって結構跳ねっ返り感じるものもあるじゃない。全くない。なんだろうこれ、本当なんて言っていいんだろうね。このなんかすごい気持ちいいんだけど。先端まで厚みを残しているので、割とハードに使用にも耐えると。なんか板がしなりにくいため、これ書いてある、これダイレクトなタッチ感がありますみたいな。本当にね、この言い方でいいのか分かんないですけど、指がちょっと伸びたような気がする。本当になんだろうな、ここにいるのがすごい自然なんだけど、これが定番品となっています。続きましては特に P670 ピンセットですね。スペックはですね、
最高の精度を誇る宝山の超精密ピンセットって書いてあるんですよ。最高級ちょっと取り寄せてみました。なるほど。はい。で、よりすぐりの職人が手掛けてこだわり抜いた一品ですってことなんで、これ一本一本手作りなわけですね。すごいですよね。通常のピンセットではつかめない対象物のピックアップに、先端の幅がすごいんですよ、これ特訓。これもうニードルでしょ。これ分かります？これちょっと先端大丈夫ですかね最初にこれ持った時にエアブラシのニードルかなっていうぐらい先が尖ってて、先端これ 0.15 ミリです。エアブラシのニードルより細いっすねこれを職人が手作業でやってるんですよ。これ持った時に最初に思ったのは、落としたら絶対にこれ終わるので、アルティメットニッパーとか片刃ニッパーを初めて持ったような感覚に近いというか使うのがめちゃめちゃ怖いわかる？そういう感じの。もうすごい柔らかいし、なんかそれはなんかそのさっき紹介したその定番品のピンセットと同じなんですけど、この高級感がね、なんかこうピンセットでなんかこう汗かきそうになるの初めてなんだけどっていう。じゃあ特訓やってみますか。特訓これそうですね。こういう精密ピンセットといえばやっぱりこう700分の1のね、先端ですよ。これ結構出来良くないですか？そうですね。カジカの混合のねパーツですね、すっごい細かいところまでランナーが流れておりますね。プラが、切り取ったのが特訓こちらでございますよ。パーツによってはゴミかなみたいなそうですね。見えますよね。これをちょっとつまんでみましょうか。余裕やばいよねこれ。ほらやばいでしょこの感じ。ほらためらわず持ってるよこれなんかやばいからね本当に、このちっちゃさ。もはやねつまんでるのか、もしかしたら僕は知らないうちに刺してるのかもしれないみたいなのがあるんだけどもいいですね。一発っすね。なんならちょっとここで力入れてみましょうか。グッと。怖いな。怖いけどほら弾けないでしょ。そうですね。弾けないように持ってるんでしょって言われたくないんだけど、結構力入れてますからね。弾きません。素晴らしいです。こういうこと。5360円で買います。僕今までピンセットってなんかペン立ての中にこうカーンって入れてたんだけどこれはちゃんとキャップをして引き出しにしまうやつやとくん。これはそうですね。間違いない。これはもう最高の一本でございます。はい。続きまして特訓 PP100 ピンセットですね。こちらどういう風な仕様になっているかと言いますと、定番品よりもさらに板のね厚みがこの定番品よりもさらに分厚くなってるんですよ。本当ですね。ね、すごいでしょ。この先端にローレット加工、要は滑り止めですよ。この滑り止めをね特訓これちょっと見てもらいたいんだけど、映りますかね。一直線にギザギザがついてるのってよくあるじゃないですか。これってもう斜めにこう入っているので、しっかりと対象物を捉えてプライヤーのような扱い方もできるそうですよ。だから強く掴んだりこじったりする作業ができるっていうね。こじるんですよで例えばじゃあこれを模型でどういったところで使えるかなと思ったら、やっぱりちょっと力がいるところだからミニ四駆とかラジコンとかでも使えると思うんですけども、例えば一回仮組みして塗装する時にパーツ崩したりするじゃないですか。どうしても外れない箇所ってあったりしますよね。で特にこういうクリアパーツとかだと怖いじゃないですか。それがですよ、こう持ってヒュッとほらこういうこと安心してバレる感じ。いいな。すごい安心感があるこれ。そうでこれで板が厚いからその動きが重たいような感じがするじゃないですか。すごい軽いんですよその動きがね。重たいのは重たいよ。重たいけど軽い。こういうなんか不思議な日本語が適切かと思いますがこうメーカーさんに聞いたら握り圧っていうんですって。この握り圧が柔らかいというか、指にダイレクトに物が伝わるようにっていうような感じで使用感が柔らかいというかね。なんですって。いい工具使うとめちゃめちゃテンション上がるねほらもう分かったっていうね分かったって言われてもほらみたいなね。いいっすよこれは。テンション上がるわ。こういう場面絶対あると思うんで、まさかねさっきの精密ピンセットで引っこ抜けないですからね。やっぱこういうちょっと力入れたいなっていうピンセットもあってもいいんじゃないかなと思います。先ほど紹介しました P891 のこの定番品ですねピンセットのもちろんこのつる首バージョンもあるんですね。だから強力型のその定番で一番宝山さんがよく売っているピンセットの先曲がりタイプですね。続きましてこちら P652 の逆作用ピンセットですね。このピンセット変わってまして、押すと開いて離すと掴んだ状態になるんですよ。この逆作用ピンセットってどちらかというと電子工作によく使われるんですけど、多くはなんか持っててくれたらいいみたいな精密タイプってあんまりないんですよ。選んだこの P の652っていうのは逆作用ピンセットでかつ
精密ピンセットなんですよ。なので精密ピンセットでつまんだ細かいパーツあるじゃないですか、この逆作用ピンセットは持っててくれるんですね。なるほど。これはいいですね。なんだかんだ弾くんですよ、逆作用ピンセットって。どっちかっていうとなんか配線持ったりすることが多いから、これはね見つけちゃいましたね。精密タイプあるんだっていうね。で一回掴んだら弾かないでしょ全然。でそれをだからほんと接着剤塗る余裕があるってすごくない？これはねいいですね、はい。これは僕は個人用に1本欲しいと思います、欲しいと思います買おうと思いますね私これ欲しいと思う続きましてちょっと変わった感じのピンセットをご紹介したいと思います、これですね、ソフトチップピンセットシリーズと言いまして、この先端がゴムとか樹脂の間に近い素材でできてまして、柔らかいんですよね。先端が交換できるんですよ。もう楽しいじゃないですかそう君に合ったピンセットをカスタマイズできるぞみたいな男の子心をねすごいつつくねピンセットなんですよ。いやこれはねすごくいいですね。でこの中でも、今回はストレートタイプと、あとこれ面白いでしょ、これが P645 の N 非粘着チップピンセットといいまして、非粘着なんですよ。シールとかそのテープがピンセットにもう貼り付きにくい表面加工が施されてるんですね。模型ってやっぱりデカールとかシールとかね使うこと多いじゃないですか。結構金属のピンセットを使ってしまって貼ったはいいんだけど、よくよく見たらその挟んでたところになんかちっちゃい傷が入ってたとか、結構そういうことあると思うんですよね。これならないですよ、いいですね。でこんな感じで先端だけが売られてるんですよね。この先端を並べてる模型店って多分ないと思うんだよね。自分に合ったピンセットカスタマイズできるぞって。いいですね。いいキャッチフレーズですね。ソフト素材だから結構先端ぐにゃぐにゃなんじゃないのって思うかもしれないですけど、そんなことないんですよ全然。ほらこれ強度あるでしょ。そうですね。で色は違うでしょ、とくんこれね黒い部分はめっちゃ硬いんですよ。でこのグレーのところは弾力性があるっていう感じですよね、結構そのソフトタイプのピンセットってこの先端がぐにゃぐにゃで力入れるとぐにゃって曲がってしまう多いと思うんですけど、ほらこれしっかり握り込んでもこう先端開かないんですよ。そのピンセットのいいところっていうのはもう完全にねこいつでもこだわり抜かれてるわけですよ。なんでそんなにぐにゃぐにゃにならないかというと、ギリギリまで金属部分入ってるんですよ。なるほど。そうだから芯がしっかりしたピンセットになっているってことですね。で取り外しする時はここのネジを緩めてもらって先端抜いて交換するという感じですね。最後はですね、なかなかちょっと面白いピンセットをご用意したんですけども、 P860-150 竹ピンセットですね。初めてなんか金属じゃないピンセットを見たような感じなんですけれども、使いやすいですよ。でなんでこれがいいなと思ったかってことですよね、これ磁石にくっつかないの本当にいいなって思ったのと、とにかく安かったっていうのが一つですね。これ610円です。なんで竹ピンセットをこう商品化してるんですかって聞いたら、お客さんによってこの先端を加工したいっていう方ってやっぱおられるんですって。でこの加工の仕方って言ってこうナイフですかって言ったらね、そんな精度悪くなっちゃいますから、紙やすりでこう少しずつこう削っていくんですって。お気に入りのピンセットを自分で作っちゃおうっていうやつですね。いい感じ。ちょっとなんかないかなって探した時にこいついてくれたらホッとするみたいなそんな感じですね。最後なんですけども、もうピンセットの形してないですね。 P831 バキュームピックと言いますね。バキュームというぐらいですから、ピンセットってつまむものじゃないですか、いや吸ってもいいんじゃなかろうかという、そういった商品でございます、どれぐらいの力があるかお見せしましょう、一回ここで押さえるんですよ。だから吸盤と同じですよね、仕組みとしては、でこうペタッとつけて離すんですよ。準備完了です。でーん何に使うこれはお客さんに問うことにしようきっと何かに役に立つはず、でこれはもう一回押すとポンと取れるってね、ね面白そうでしょこうつける、離す、垂れるどこかに持っていける、落とすでだってピンセットのコーナーにこれあったらそれ気になって仕入れちゃうよねそういう感じでちょっと入れてみました、お客さんと相談して使い道を探してみたいと思います。はい、というわけでですね、今回は宝山さんのピンセットをいろいろご紹介させていただきましたと。あとは90種類の中から自分だったらこれがいいんじゃないかって思ってピックアップしてみたんですけども、どうですかね、なんか全然こう模型で使えそうなものばかりだったんじゃないかなと。これが一番ね、ほら結構すごいでしょこれ。ほら
しつこいですね。確かに確かに、はい、すいませんでした。ということでこの10種類は置いてみようかなと思っておりますし、あと金額も概要欄に載せておきますので、なんかいいなと思ったらぜひちょっとチェックしてみてください。あとですね、宝山さんって本当に有名なメーカーさんですので、なんかピンセットもね仕入れるといいですよとか、もしありましたらコメントいただければめちゃめちゃ嬉しいです。こんな感じで終わっていきましょうかね。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。すげえ使い心地いい。